多いのが右のローキックなんで、右のローキックを、受けられないようにですね、相手の膝を蹴って足ポンポンに腫れたり足の骨が欠けたりっていう、よくやってたんですが、これ自爆する人の共通点もう1個、自分パンってパンチ打ってその最初にポパンってやってると、受けれない蹴りができます。あと、僕が昔よく使ってたのが、パンチ本気で受けてくださいよ。はい、そうそう、受けてください。そう、これ受けれるんです。ちょっと変える。本気で受けてください。はい、はい、大丈夫、そうです。こそ受けれないです。OK です。そしたらちょっと思ったより時間食っちゃってるんで、ちょっと 2択でローキック受けれるようになる練習か、ローキック当てれるようになる練習か、ちょっとどっちがいいかなと。当てれる方がいい人、受けれる方がいい人、当てる方が圧倒的に多いな。じゃあ当てれる方にしようかな。じゃあちょっと今から一番多分多いのが右のローキックなんで、右のローキックを、受けられないように、結構僕も昔そうだったんですけど、ローキック相手の膝蹴って自爆して怪我したことあるでしょって思ったよりは少ない。でも半分ぐらい。OK です。先生も昔はですね、相手の膝を蹴って足ポンポンに腫れたり足の骨が欠けたりってよくやってたんですが、これ自爆する人の共通点もう1個、自分が蹴りたいタイミングで蹴ってるっていう相手のこと関係なく自分が今蹴りたいバンって蹴ってると、自爆するんで、じゃあどうすればいいかっていうのを今から少し、説明したいと思います。じゃあごめんなさい。いいですか。じゃあお願いします。これ右のローキック普通じゃあ蹴ってきました。どうしますか。はい、カットしますね。はい。っていうことはカットされたくない。例えば、ちょっとカットしてくださいね。こうやったら、例えばタイミング悪いとガンって、膝蹴ってって痛める。じゃあこの足上げさせないためにはどうすればいいでしょう。どうすればいいかな。いくつか方法あるんですが、一番簡単なのはこっちに体重がかかった瞬間を作る。体重がぐっとかかった瞬間は上がらなくなるので、じゃあどうしたらここに体重がかかるだろうっていうのを、考えていきます。で一番簡単なのはフックとかでパンこうやって打っちゃう。そうすると打たれた瞬間は重心がここに来るんで、そのタイミングでパパンってやるとこれ要はここでパンってやっちゃえば、上がりにくくなるんで、パンパンってパンチ打ってその最初にパパンってやってると、受けれない蹴りができます。つなげろもう一つ蹴ってもう一つ出れんくなったら前打ち込め。しっかりそうもう一つしっかり膝ケツが行こうあと、僕が昔よく使ってたのが、パンチ打って右のパンチバチンって当てる。で右のパンチ相手がこうやってボンって飛んでっちゃえばそもそもローン使う必要なくてパンチでボンボンボンって押しときゃいいんですけど、基本的にはパンチで相手押されたくないんでこうやって踏ん張ってくれる。そうすると前に体重がかかるんで、このパンチバン耐えてくれたと思ったらこのパンチフェイントにして打ちます。すぐこのローを避ける。そっから膝まで行こう。ロー膝まで行こう。ロー膝。そう。
今度相手待ち構えて打つ時とかは、ちょっとパンチ打ってもらっていいですか、このタイミングは絶対前足に乗ります。左打っても右打っても、絶対こっちに体重かかる。まあ当然ですけど、こっちに体重かけずにこうやって打ったらそのままパンチ効かないですし、パンチを打った瞬間は絶対に前足に重心かかるんで、このタイミングで例えば、インローを蹴ったりとか、こっちでアウトローを蹴ったりとかってすると当然これ避けれないです。であとこちらの足が上がらないタイミングとかだと、例えばこっちにずれていて、でちょっと組み手だと思って追ってもらっていいですか。このタイミングですね。今分かりましたかね構えてずれます。はい、相手の人が後ろ足をスッていってるときは、こっちが軸足になってるときは上がらないので、蹴りたい時にパンパンパンちょっとずれる、このタイミングで蹴るってやるとこれ上がらないです。ってやるとこれ上がらないです。こんな感じで、いつが上がらないのかっていうのを研究していくといろいろ、他にもいろいろあるんですが、例えばじゃあ蹴ってもらっていいですか。バンって蹴って下ろしてください。このタイミングも上がらないですね。足を下ろしたタイミングです。ちなみにこれたまにあるんですけど、ちょっと蹴ってもらって降りた蹴ったは下ろしたタイミングで上がっちゃうんで、基本的には、イメージは蹴ったここです。イメージは下ろした時にサンドイッチするような感覚で蹴ると、避けれないですし、こんな感じで蹴りたい方の足が上がらないタイミングがいつだろうっていう研究が、基本的には自爆しない蹴りの、練習になるんですが、どうしようかな今日は今言ったやつをどれか挑戦してほしいなと思うんですが、ちょっと構えてます。どうしようかな。簡単なのはやっぱ、フックか、パンチ耐えさせて、このパンチは、イメージは、ですね、パンチ当てたら蹴りを蹴ろうとしたらパンチっぽくなっちゃったぐらいにすると、これでローキック蹴れるんで、このぐらいが一番簡単かな。ちょっとこの2つどっちか自分がやりたいやつやってもらおうかな。でちょっと気をつけていただきたいんですが、ちょっと今は多少こうやっても OK にします。グーでやると相手痛いからなんですがこれで、慣れすぎちゃって組手とか試合でこうやったらこれ反則になっちゃうので、ちょっとこう笑わないようにだけちょっと気をつけてもらって、今もパンチの代わりなんで弾くぐらいにするよ。はい、これでパンってなんならこの弾いた力で体をこっちに持ってって、その力で蹴るぐらいの感じにするとちょうどパンと挟むタイミングで蹴れるんで、ちょっとこの練習もしくはパンチでこっちの人ちょっと耐えてください。これをフェイントで蹴るっていう、ちょっとこの練習したいと思います。どっちの方が自分いいかなとか、どっちの方が蹴りやすそうかなっていうのをちょっと考えてもらって、じゃあさっきじゃんけんで勝った人蹴ってってください。負けた人受けてあげてください。ごめんなさい。1点注意点で、じゃあいいですか。今ですね、こっちからやってる人なんですけど、1、2ってやっちゃうと重心かかった戻るときは上げれるんで、イメージは1っていうイメージです。1、2ってやるとちょっと1で体重かかりますね。でかかって戻るじゃないですか。かかって戻ると上げれるんで、要はここでちょっと叩いてもらっていいですか。パンとこの時は上がらないですよね。でちょっとポンと叩いて戻してもらっていいですか。ポンと叩くだけで、そうするとちょっと叩いてもらっていいですか。ポン、このタイミングで上げれるんですよ。ポンポンって戻れちゃうので、今結構これ受けれるタイミングになっちゃうんで、基本的には1です。でイメージはこちらで自分を加速させてもらう感じです。あくまでこれパンチは、このパンチは、効かすんじゃなくて、このために蹴ってるだけ、叩いてるだけなので、このなんですかね、これを加速させるぐらいのつもりでちょっと使ってみてください。すいません、じゃあ引き続きお願いします。それ右のパンチです。今のだったら右のストレートでいくんだったら、重心上がっちゃうんで、これ受けれるんですよこれ重心後ろに持ってったら上がりますよね。これ外自爆しちゃうんで、左使うんだったらこっちっすね右使うんだったらこれでちょっとこれを踏ん張ってグッて踏ん張らした瞬間に蹴るっていう左だったらイメージフックです。なんでまずはちょっとビンタでいいんで、パーンって横からこれでパンって挟む感じです。イメージは加速させてもらう、相手に蹴りを加速させてもらうんです。こういうふうにそうです
はい、すいません。だいぶ時間が押してきちゃったんで、一回ちょっとこれで僕の方から一方的にお伝えするのは終わりにして、ちょっと今回質疑応答みたいな感じで、去年やったみたいにちょっとこんなこと聞きたいなとかあったらお伝えしようかなと思うんですけど、股関節が軽すぎて、はい、上段回し蹴りができないんですけど、はい、OK です。そしたら OK、 そうそう、多分もうこれでだいぶ変わってますねここに立ってもらうだけでだいぶ有利です。相手が右足前の時は。今回は実際の組み手の中で攻撃が当たるか当たらないかを大きく左右するポジショニングの習得方法について解説していきたいと思います。ポジション技術を習得したいならまずこれからの3選ですね。1つ目、間合いの有効性を知る。2つ目、片手外ポジションの有効性を知る。そして3つ目ですね、